人的には今のところだと一番好きかもしれない。音がすごい好みで、俺ちょっと生音感がすごい好きなんですよ、打ち込みとかより。それが本当に、ドラムが今回生音っていうのもあるんですけど、一番イメージに近いものができたと思います。ドラムを実際生ドラム叩いてもらってどうでした？全然違いますね、やっぱ打ち込みと。音の音量とかじゃなくて生々しさがあるんですよ。なんかこれはもう言語化できないと思うんですけど、なんかそこがすごい心に染みるというかすっごい感動しました、初めて聞いた時に。最初のシンバルの音からいいもんね。チェンチェン難易度でいいけど結構静かに話かかってるかもしれない。なんか結構ここでガッと落としたいから。ゆうとさんとはどういう作業をされたんですか？ゆうとさんはすごいなんかロバートの音をめっちゃリスペクトしてくれて、それをほぼ変えずに作ってくれたんです。もちろん変えてるんですけど、俺のアイデアを引き出しつつちょっとそこにゆうとさんの要素が入ってくるみたいな、めちゃくちゃいいバランスで作ってくれたと思います。めっちゃ楽しかったです。逆にゆうとさんエッセンスみたいなものはどういう部分でした？音楽の良さを出すよりなんかアーティストとしての良さみたいなのを出そうとしてくれるのがすごいゆうとさんらしいっていうか優しいなと思いました。自分自身っていうよりは多分俺が出す音とか、それこそベースで作った音があれにもまだ入ってるんで、それをゆうとさんがそこで取り替えずにそのままなんか生かしてくれたから、ロバートの特徴的な音としてそれをちゃんと作ってくれたなと思います。ダイレクトに死生観みたいなのを歌った曲だと思いますが、歌詞に関してはどういうふうに言われた歌詞ですか？存在論的恐怖っていうのがあるんですよ。その死っていう抽象的なものに対して感じる恐怖、今ふって考えた時に俺いつ死ぬんだろうとかって考えてちょっと怖くなる瞬間、そういう抽象的な死に対する怖さなんですけど、それを和らげるためにはなんか象徴的不死っていうのがいるんですよ。なんか死んでも残り続けるものがあったりとか、だから死んでも安心できる何かみたいな。そもそも僕は象徴的不死を作りたくてこの曲を書いたんですけど、それを恋愛に置き換えたって感じですね。死んで自分はいなくなった目線でこの歌詞書いてるけど、そこになんか愛は残ってるし、そこで象徴的に死なないものが必ずあるみたいな感じです。自分がもし死んでもこの曲があればそうですいいんじゃないかという。まさに意識しました。J-Wave All Good Friday、 ここで今月のカバーミーを担当してくれているロバートさんの来週27日に配信リリースする新曲を宇宙初オンエアしちゃいます。ということでお送りするのはロバートで Say My Name。一個曲のテーマが死なんで、海のシーンは一応あれもう死んだ世界で、地下っぽい場所が生きてる世界みたいな風に、そういう生と死みたいな部分で対比を作りたくてこのアイデアが降ってきました。一緒に考えて作ったんですけど、死んだ世界をあえてちょっと自由に描きたくて、で逆に生きてる世界の方が暗いじゃないですか、衣装もそうですし、だから生きてる世界で逆にちょっと苦しんでるけど、死んだら自由になるみたいな、死に対して逆のイメージをちょっと付与させたかったっていうのがありました。これもでも本当に曲のテーマなんですけど、やっぱ抗えない死ってものに対して、
ただやだやだっていうんじゃなくて、そこに対して美しさを求めるっていうか、意味を持たして、まあ、その象徴的なものとして。人は意味とか合理とか理由とかを求めすぎてるんじゃないかみたいな感覚あります。まあありますけど、それもしょうがないですよね。なんか人間の特性上、なんか別にどうにかできるものじゃないと思います。一緒に一生いるってことが、絶対不可能じゃないですか。絶対にまあ形あるものは結局死ぬし、だからなんかその中で、それこそさっき言ったその抽象的な死に対して一緒にいるっていうものは絶対に叶わないけど、その中でちゃんと愛は結びついてるみたいなことを書いてました。知らなかったけど。次で最後の曲になるんですけど、ロバートこうやって見に来てくれてありがとうございます。次の曲正直言ってめちゃくちゃいいんでオリジナル聴いてみてください。Say My Name って曲です。Promise me, stay here forever, but I can't keep it, and you can't keep it. I belong with you, and this will never change, 'cause I will be there, yeah, I will be there. もう最終的な目標はもちろんなんかそのロバート世界観をバッと出せる人になりたいんですけど、まずそのためには今まず技術が足りてないし、まずはその勉強する段階でその技術的な部分で歌、声の出し方とか見せ方とかをまずはこのライブを重ねるごとに勉強していきたいなと思ってます。でまあ来年の2月ちょっとそれのなんていうんだろう、集大成が見せれるようにしたいなと思って、はい、ロバートの一番最初の段階で本当にこの素のロバートで、その例えば箱で考えた時に何も入ってない状態の本当にこうもうロバートの外側だけみたいなで部分で、やっぱりこの1年間その1年もないかいろんなライブを重ねたりとかいろんな曲作っていく中で、この箱にいろいろこう入れていくじゃないですか、いろんな要素を。でだんだんそこで出来上がった形みたいなのをこの2月に見せたいなと思って、でそれがその紹介文でもあるし、この1年こうしてきましたっていうのもあるし、っていう意味も込めてこのエンプティから形っていうつながりは持たしてます。ありがとうございます。